ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍側の兵力として傭兵部隊ワグネルの存在があります。現在、ワグネルの頭目プリゴジン氏は政治的な野心があるとして、ロシア政界内においても警戒が強まっているところです。こうした中において、プリゴジン氏の力の源である傭兵部隊そのものについて、ロシア正規軍に取り込もうというのが、ショイグ国防大臣の動きです。この対立の行方によっては、ワグネルがウクライナに投入している傭兵の数がぐっと減るかもしれないし、また、ものすごく話がこじれた場合においては、将来的にはワグネルがクーデターの核になるかもしれないというので、今回の動画では、ワグネルとロシア国防省との間で行われている駆け引きについて取り上げていこうと思います。それでは関連ニュース、ワグネルの抱える傭兵たちに対して、ロシア国防省が指揮下に収めようとしている、そうしたニュースから見ていきましょう。ロシア軍、雇い兵組織、ワグネルを傘下に置く意向、プリゴジン氏は反発。ロシア国防省のパンコフ次官は、志願部隊に国防省と直接契約を結ぶよう要請するつもりだと述べた。この曖昧な表現は、ワグネルを指すと見られている。これに対しワグネルの創設者、プリゴジン氏は、ワグネルは契約をボイコットすると、怒りに満ちた声明を発表した。政治的野心があるとされるプリゴジン氏は、数ヶ月にわたり、ショイグ国防相やゲラシモフ軍総司令官と衝突してきた。特にウクライナで戦うワグネルへの物資供給を意図的に減らしているとして二人を無能だと繰り返し非難していた。国防省の発表に対するコメントを求められたプリゴジン氏は、ワグネルはショイグとはどんな契約も結ばない。ショイグは正しく軍の編成を統制できていないと述べた。また、ワグネルはロシア軍とうまく溶け込んでいるとした一方で、国防省に直属しているせいで、その力が損なわれていると述べた。10日の発表は、ワグネルを含む準軍事組織を直接名指ししたものではない。だが、これは新しい契約によって、プリゴジン氏とワグネルを制御下に置こうとする動きだとロシアメディアは見ている。声明によると、この契約により、志願部隊に必要な法的地位が与えられ、包括的な支援と、任務の遂行について普遍的なアプローチが構築されるという。契約は7月1日までに締結する義務があるとしている。ワグネルとロシア軍との緊張関係はここ数週間でさらに高まっている。ワグネルは先週、ワグネル車両に向かって発砲したとして、ロシア軍のベネビチン中佐を拘束した。ベネビチン中佐は解放された後、ロシアの軍事ブロガーが共有したビデオで、ワグネルが武器を盗み、動員された兵士にワグネルと契約を結ばせ、国防省から武器を強奪しようとするなど、ロシアの最前線で無秩序を煽っていると非難した。また、メッセージアプリテレグラムで、ワグネルはベルゴロド州の反乱軍と戦う用意があると発言するなど、ロシア国内に部隊を展開する用意があると示唆している。アメリカ政府は昨年12月、ワグネルが約5万人の戦闘員をウクライナに送り込んでいると推定していた。ワグネルは、ロシア政府の手先として世界中に拡大している。現在、マリや中央アフリカ共和国、スーダン、リビアなどに部隊を派遣している。プリゴジン氏が国防省との契約に反対していることに関して、プーチン大統領の反応は以下のものです。ワグネルは正規兵契約をプリゴジン氏に苦言。ロシアのプーチン大統領は、自国の従軍記者らと会見し、ウクライナ侵攻に加わる民間軍事会社、ワグネルの創設者プリゴジン氏が対立する国防省への従属を嫌っている問題に言及した。国防省との志願兵契約なしには社会保障の法的根拠がない。速やかに契約する必要がある。と述べ、プリゴジン氏に対応を促した。ショイグ国防相はワグネルを含む非正規兵に対し正規の志願兵契約を義務付ける命令を出した。プリゴジン氏は拒否しており、プーチン氏が苦言を呈した格好だ。プーチン氏に忠誠を誓うチェチェン共和国の独裁者、カディロフ首相は紙幣に志願兵契約を結ばせており、越境攻撃を受けるロシア西部、ベルゴロド州への派兵を発表。プリゴジン氏とカディロフ氏は保守派の盟友だが、対応が異なっている。傭兵らをロシア正規軍の中に取り込んでいこうという動き。この動きはワグネルに対して行われているわけではありません。というのも、民間軍事会社は今、ロシアにおいて急増しており、そこで集められている傭兵の数もまた増えているのです。プーチン体制崩壊の予兆か、
ロシアで民間軍事会社乱立の3つの事情。ロシアの民間軍事会社はワグネルだけではない。公開情報の収集分析を行う国際企業、モルファーが4月下旬に公表したリストには、37の民間軍事会社が名を連ね、このうち25社がウクライナで活動しているという。例えば、ロシアが2014年に併合したクリミア半島の首長、アクショノフ氏が資金面等で支援する民間軍事会社、コンボイ。約3000人いるという戦闘員には、ワグネル出身者もいて、ロシアの主力戦車 T80 や T90 航空機を保有している。最近注目を集めているのは、ロシア最大の国営天然ガス企業のガスプロムが設立した民間軍事会社で、ポトーク、ファンケル、プラーミャという複数の会社の存在が明らかになっている。エネルギー企業が掘削施設やパイプラインなどを守るため警備部隊を設けるのは不思議ではないが、国防省の傘下に入ってウクライナ侵攻に参加している。また、興味深いのは、ショイグ国防相までがパトリオットという民間軍事会社を立ち上げていることだ。ウクライナ東部軍の広報担当官は去年、ドネツク州南東部のブフレダルで、パトリオットの部隊がワグネルと競う形で活動していると指摘していた。ロシアの民間軍事会社はいずれも国防省や治安機関 FSB、連邦保安局など、政権側と何らかの関わりを持っている。本来は非合法のはずなのに、プーチン大統領のお墨付きのもと、数多くの民間軍事会社が設立され活動している背景には大きく3つの事情がある。まずはウクライナで戦うための兵力の補充だ。欧米の推計によると、今回の戦争によるロシア軍の死傷者は最大で20万人に上る。不足する兵員を確保するために国家総動員令を出すのは可能だが、国民の動揺と反発を恐れる政権側はとても踏み切れない。そこで民間軍事会社の戦闘員を代わりに戦地に送り込むのである。彼らはロシアの平均給与の数倍で雇われるが、使い捨てにされ、仮に多数が死傷したとしても、政府は責任を問われない。二つ目は、クレムリン内の権力、利権争いとの関係だ。影響力を強めるワグネルのプリゴジン氏は、ショイグ国防相やゲラシモフ参謀総長ら軍の主流派と対立。権力への野心を隠さなくなったことで、大統領周辺からも疎まれている。プーチン大統領のサンクトペテルブルグ時代からの盟友、ミレル氏が率いる国営企業のガスプロムが、完成の民間軍事会社を相次いで設立したのも、ワグネル排除の動きの一環とみられる。そして3つ目は、プーチン体制が崩壊する時に備えて、力ある政治家やオリガルヒたちが、私兵部隊を整え、自らの身の安全を確保するとともに、権力や利権を奪取しようと目論んでいるというものだ。ロシアの腐敗を告発するサイト、グラグネットの運営者、オセチキン氏は、彼らは権力移譲の準備をしている。ロシアにおける権力の分配は、権力者の間のみで行われることを完全に理解しているとした上で、何かが起こった場合に、彼らは民間軍事会社に頼ることができると指摘している。ロシアでは戦死者の公表はされていません。ですから、多くの人々が亡くなっていたかどうかといったことについては、国民は知る術がありません。そしてそのようなことを逆に考えれば、政府が表立って新たな動員をかけたり、もしくは国家総動員令のようなものをかけなければ、まだまだロシア軍は戦場で戦い続けることができるんだなという勘違いを生み出すことができます。そのような勘違いを継続的に国民にさせるためには、政府が表立って兵士を集めるのはまずいという政治判断があります。政府以外のところで兵士を集める、その手段として活用されているのが民間軍事会社というわけです。また有名になったのはワグネルなわけですが、それ以外の民間軍事会社も次々と設立され、それぞれが兵士を集め、ウクライナの戦場へと送り出しています。しかし、あまりにもそうした動きが続くことによって、傭兵の数も多くなり、そして民間軍事会社が乱立していることから、指揮系統についてもバラバラとなり、決して戦場で力を発揮できるわけではありません。それぞれがそれぞれの思惑で動くようなことになれば、軍隊としての統制が取れなくなり、そこにウクライナ軍からの攻撃が来れば、連携の取れないまま核攻撃破されるようなことも起きてしまうわけです。そうしたわけでショイグ国防相が打ち出したのが、傭兵らに対して国防省と直接契約を結び、指揮命令系統を正規軍に完全に一本化しようとしているわけです。しかし、このことは同時に、ワグネルの頭目プリゴジン氏にしてみれば、この動きをすんなりと受け入れれば、ワグネルの傭兵部隊がそのままロシア正規軍の中に組み入れられ、
自分の指揮命令が全く行き届かないようなことになります。つまり自分の影響力の源であった傭兵部隊と完全に切り離される可能性があるわけです。だからこそプリゴジン氏は今回の動きに反発しているわけです。こういったことからインターネット上ではプリゴジン氏がクーデターに出るのではないかといった話や、命令を拒否したプリゴジン氏に対してロシア正規軍側から直接的に軍事力を持って彼を制圧しようとする動きが出るのではないかといった話などが出ています。ただこれまでプリゴジン氏がロシア国防省などに対して積極的に批判を行っていても全くお咎めを受けていないことからも、今回の動きに対してもそれほど苛烈な反応といったものが起こるとはちょっと思えません。しぶしぶ兵士たちの契約そのものはロシア国防省と行いつつも、これまで通りの独立した動きといったものを続けようとする可能性が高いです。本来であればそのようなことは許されないはずなのですが、それが許されるのがプリゴジン氏で、このあたりについては彼とプーチン大統領との間にどのような密約があるのか、表面上には浮き出てきません。私が思うにプリゴジン氏がこのような正規軍に対する批判を強めている背景には、彼に同調するような人物が出てきた場合、これをプーチン氏が速やかに排除するためのいわば分かりやすい罠として活動しているんではないかなと思っています。プリゴジン氏自身がロシア正規軍に対する批判をしているのは本音でしょう。そして彼と同じような意見を持ってプリゴジン氏に近づいてきた人物はプーチン大統領にその情報が渡され、陰で抹殺されるのかなといったようなことを考えます。あれだけあからさまに正規軍に対する批判を強めている理由というのは、そのような裏事情でもない限り納得できるような理由が見当たらないのです。インターネットでちょくちょく見られるようなプリゴジン氏がクーデター分子としてこの後ロシア国内で動乱を起こすといったようなシナリオが発生するのであれば、それはロシアにとっては国力が疲弊するので、私としては大いに歓迎するシナリオなわけですが、ちょっと現実的ではないかなというのが私の見立てです。皆さんはワグネルとロシア国防省との対立がこの後どうなっていくと考えているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。